めっちゃうまい。こんにちは、トバログです。久しぶりにね、本当にいいなと思う買い物をしてしまいました。今回ね、紹介していくのはタイトルにもある通り、こちらですね。このネスプレッソバージョっていうカプセル式のコーヒーメーカー、買ってしまいました。これはめちゃくちゃいいです。今までね、ドルチェグストとかネスプレッソとかこういうカプセル式のコーヒーメーカーすごく使っていて、結構ね朝忙しい時とか、いろんな味楽しみたいなっていう時に最適だったんですが、今回これ筐体のデザインも限定カラーではあるんですけど、めちゃくちゃ可愛いし、何より美味しいコーヒーがいろいろなサイズで飲めるっていうところで、これは本当に最高だなと思うので、今回ねちょっと紹介しようと思います。これは本当に最近買った中でもベストバイクラスに本当にいい買い物ですね。家でこれが飲めるなんてっていう本当にね最高な気持ちなので、これはね動画で紹介しようと思います。それでは早速いってみましょう。めちゃくちゃいい色じゃないですか。うわー、めっちゃ可愛らしいこのオレンジとクリーム色のホワイト系のやつ、これ最高です。はい、というわけで今回紹介していくのがこちらネスプレッソバーチオっていうねカプセル式のコーヒーメーカーがあるんですけど、それのねポップっていうシリーズのパントンっていうカラーのモデルについて今回はね紹介していきたいと思います。このカラーリングめちゃくちゃ可愛くないですか？ちょっとね後で詳しく紹介していきたいんですけども、ここにねパントンマンダリンオレンジって書いてあります。普通はね黒系のカラーがベースのモデルなんですけど、今回ねこれ夏だけの数量限定というところで、本当にこの、オレンジとクリーム色のねモデルが発売されたっていうところで今回ね購入してしまいました。かっこいいわこれ。そもそもねネスプレッソバーチオって何なのっていう話で言うと、ネスプレッソはね、皆さん知っての通りカプセル型のコーヒーメーカーっていうところはね分かると思うんですけど、このバーチオシリーズに関してはよりねカプセルが大きく丸くなってるんですね。抽出方法もね従来の圧力式から遠心力でねこう抽出するタイプになっていて、今まではエスプレッソのね小さいサイズでしか抽出できなかったんですけど、これに関しては本当にマグサイズだとか、あとカラフェって言って 535ml のね、本当に大きなサイズまで1カプセルで抽出できるタイプも選べるようになったっていうところが本当に特徴の、アイテムです。もともとねネスプレッソバーチオに関してはずっと欲しいなと思ってたんですけど、基本的に展開されてるモデルがブラックベースなんですよね。一応ねホワイトっていうモデルもあるんですけど、ここのね上部分だけがホワイトで、この下の部分はブラックだったんで、ちょっと白い家電をね結構統一してる僕としては迷いどころで、いつ買おうかなっていう感じだったんですけど、たまたまねネスレのサイト、ネスプレッソのサイトを見に行ったら、これが期間限定で売られていますみたいな、数量限定とか書いてあったんで、うわこれはもうこれのタイミングでしか買えないと思って、その場でね購入したっていうわけですね。このカラーめっちゃ良くないこれ？今回のね限定カラーについてもねちょっとお話ししておきたいなと思うんですけど、このねカラーに関しては地中海の夏をイメージして、そのねなんかポップな感じで仕上げているみたいです。今回ねカラー名はパントンっていう名前で、ここにねちょっとアイコニックなロゴが入っているんですけど、このね数量限定モデルに関してはデザイナーにおなじみのパントンっていうね、世界中のデザイナーが使っている色の基準を決めている会社とコラボをしたモデルですね。ちょっとね話は脱線しちゃうんですけど、このねレトロ家電デザインっていう60年代から80年代に発売された家電に出てくるね風合いとかなりね方向性が近いんですよね。これデザインってまた変わってくんだなと、戻ってくんだなって思うんですけど、例えばこういうのとか、このオレンジと白の風合いとか、こういうねシェーバーにオレンジ使ったり、こういうのとか、なんかこれはフィリップスとかなんですけど、この色のチョイスとかね、ホワイトの雰囲気とかめちゃくちゃ好きですね。この感じ、これなんかレトロなね家電とかいつか自分の家にも置きたいなとか思ってたんですけど、やっぱりね昔の、しかも海外の家電って日本で使うことができないんですよね。そういうのを思った時に、憧れるけどこういうの難しいよなって思ってた矢先にね、このカラーリングで、しかも自分が最初から欲しかったね、このプロダクトというかネスプレッソの方式でね発売してくれたので、これはめちゃくちゃ嬉しいですね。はい、こんな感じでこの筐体に関してはいろいろお話ししてるんですけど、そ
もそもなんでネスプレッソのバーチオシリーズを買おうと思ってたのっていうと、ざっくりね簡単にお話しするんですけど、1つ目はねやっぱりカプセルを入れるだけでワンタッチするだけでね美味しいコーヒーが飲めるっていうところがやっぱり最高です。結構ね本当にネスプレッソとかドルチェグストもう10年ぐらい新卒社会人の時からね愛用して使っているんですけども、やっぱりねカプセルを入れてもうウィーンって抽出するだけでできるっていうのは結構ね朝忙しい時とか、あとランチ終わりにねちょっとコーヒー飲みたいけどコンビニ行くのもめんどいし豆から入れんのもなっていう時とかに本当に最高だったですよね。味に関してはねぶっちゃけドリップを自分でする方がね美味しかったりはするんですけど、それでもね、コンビニコーヒーと同じぐらいの美味しさが出せて、本当にワンタッチで家の中でね完結するのであれば結構手軽だなと思っていて、そういう意味でね結構こういうカプセルタイプはすごい好きでいつも使っています。で今回ねこのバーチオシリーズに買い替えたかった理由2つ目としては、やっぱりねコーヒーのこの抽出サイズが選べるっていうところですね。これめちゃくちゃすごいなと思うのが 500ml のねペットボトルよりも大きい量を1回で抽出できるっていうところがねやっぱちょっと感動しましたね。今まで使ってたネスプレッソとかって本当にね 40ml とか小さいね、少ない量を飲むっていうのには適してたんですけど、僕とか結構ドリップコーヒー好きなのでマグカップいっぱいにタプタプにね飲んだりっていうのは今まで難しかったんですよ。なんですけどバーチオだと本当にそのマグサイズっていうスタイルもあるし、カラフェとかね大きいサイズから小さいサイズまで自由にねサイズ選べるっていうところがやっぱりねすごいこれを欲しいと思った点ですね。でこれ3つ目なんですけど、カプセル式でめちゃくちゃ嬉しいのって、自分それぞれ家族それぞれが好きなものを飲めるっていうところですね。例えばね僕はすごいアイスコーヒー好きなんですけど、妻とかね結構ホットコーヒーの方が好きだったりして、そこでね意見が食い違ったりとか、今日は酸味系なんだけどとか、今日はねロースト系なんだけどとか、そういうところとか、あと僕今子供がいるんですけど、妻がね妊娠中の時ってやっぱりコーヒーが飲めないんですよね。なのでデカフェのコーヒーとかもねよくその当時飲んでたんですけど、カプセル式であれば僕はね普通にカフェイン入りの、美味しいアイスコーヒーを飲んで、妻はデカフェのねホットコーヒーを飲むとか、そういうね使い分けとかもすごいできるのがいいなと思います。しかもネスプレッソバーチオだと結構ねコーヒーの味でいろんなね種類の、30何種類とかあったと思うんですけど、その中から、自分が好きなものを注文して、好きなテイストでね選べるっていうところがすごくいいなと思っていて、そういう意味でもねやっぱり欲しかったんですよね。で購入理由4つ目なんですけど、やっぱりねさっき紹介した通りこのカラーっていうところですね。今までのカラーだとちょっと悩んでたけど、このカラーだったら家に置きたいって思ったので、今回はこれを購入しています。はい、というわけで早速ネスプレッソバーチオを我が家のキッチンにセッティングしてみました。いや、この感じ、この佇まいめちゃくちゃ良くないですか？結構ね、我が家引っ越してからこういうね、家電系オーブンとか電子レンジとかを白でね、揃えるプロジェクトっていうのを勝手にやっているんですけども、そういうところにおいても浮かないこのピンポイント、なんかキーカラーでオレンジの筐体があって、そしてねボディのカラーがホワイトっていうところが最高ですね。この佇まいめちゃくちゃいい感じな気がします。というわけで早速ね使ってコーヒー飲んでいきたいと思います。まずね使う時には基本的にこうやってね台に設置して、その後にねケーブルを接続して、こういうね水タンクの中に水を入れます。こんな感じですね。水タンクも 500ml ぐらい容量があって、結構ね大容量な感じです。でかつこれをね使う時には、一回ねお湯通しって言って、お湯をこう 500ml ぐらいね流しっぱなしにする洗浄作業が最初に必要になるんですけど、それを終わった後はこんな感じでこのレバーをガシャッとね回すと結構機械的な感じでこういうね器具部分が出てきます。でここにねカプセルを入れるための穴があるので、そこにねカプセルを入れていく感じですね。カプセルに関してはね最初にバーチオを購入した段階でこういうね試供品のものが12個ついてくるんですよ。こんな感じで、よいしょ。この色とりどりなカラフルな感じで、この容量とか、味別にねいろんなアラカルトがこの12種類試供品で入っているので、これをね使ってちょっと飲んでいこうかなと思います。こうね味のタイプとか強さ、酸味みたいなのがいろいろ変わってるんですけど、とりあえずバランス良さそうなコロンビアを使っていこうかなと思います。こんな感じでマグサイズとこのエスプレッソサイズ比べても、このねマウント部分、カメラでいうマウント部分は同じ直径なんですが、
サイズがね違うことが分かります。これによってね今回のバーチョでは本当にエスプレッソサイズの小さいものから 535ml っていうカラフェのねめちゃくちゃデカめのペットボトルより大きいぐらいの容量まで抽出できるので、その辺がやっぱね魅力的ですね。でこうやって見るとここにね、バーコードみたいなのがついているので、一応これでねワンタッチでボタンを押せば、最適な容量で抽出してくれるみたいです。一応ね手動でもできるんですけど、今回はちょっとオートでやってみようと思います。せっかくだからマグサイズでちょっとやっていくんですが、これをセットした後はガチッとめちゃくちゃでかい音でガシッとねこう閉めて、その後によいしょ、ここにね抽出するためのボタンがあるので、これを押すとコーヒーが出るっていう感じですね。これでね結構いろいろな設定とかが本当に何秒間に3回押すとかそういうので結構設定するみたいで、ちょっとね分かりづらさはあるんですけど、シンプルな構造かなというところですね。マグカップもネスプレッソのカプセルを購入した時にねなんか初回特典みたいなのでついてきたやつなんですけど、これを使って抽出します。ちょっとねポップの難点としては、こういうマグサイズとか大きいのだとこのね部分をつけた状態で、使えないんですよね。なのでこれを取り外してこのままいくっていう形です。下にねちょっと漏れにくいようなトレイとかがあるといいなと思うんですが、こんな感じで抽出していきます。スタート。お、すごい結構回転の音がしますね。おー、抽出しているブーという音が鳴って、結構音がめちゃくちゃ高速回転してるような音が鳴ってます。こんな感じで、すごいめっちゃクリーミーな、なんかギネス入れてるみたいなね泡が出てきますね。こんな感じで。これでぴったりですね。下に垂れるからちょっとこれをセットして、すごくないですか？このふわふわというか、なんかもうギネスみたいなね泡が出てきてるんですけど、これがクレマといって香りをね閉じ込めつつコーヒーの酸化を抑えるっていう作用があるみたいです。めっちゃ高いエスプレッソマシンとかで出るらしいんですけど、こういうのがすぐに出てきます。ちょっとねデカめだな。香りもめちゃくちゃいい感じですね。結構ちゃんと引き立てぐらいの感じの香りが出てきていて、これは結構嬉しいかも。じゃあいただきます。でも香りがすごい口の中に広がりますね。思ったよりも酸味系ですごい香りがいい感じですね。結構好きな味かも。僕的にはねもう少しドリップだといつも濃いめで入れてるので、ちょっとね自動だと若干薄めの味かなと思います。なのでそういう時はこれね手動で止めたりもできるらしいので、そこそこいい感じの量をね自分で見つけて調整すると一番美味しく飲めるのかなって感じですね。せっかくなのでねちょっとアイスコーヒーも入れてみようと思うんですが、アイスコーヒーに関してはねなんかパントン購入した時点でこういうね2つの限定のアイスコーヒーがついてきたので、これでね入れていきたいです。でこれ結構面白いんですけど、ガバッと開けるとさっき使ってたカプセルはこんな感じでスッとねこの下のゴミのここの容器に溜まるんですよね。意外とこれ物理的な構造なんだっていう感じなんですが、これでねちゃんと下に溜まってくれます。最初にねコーヒーにパンパンにグラスを詰めた状態でこのままおそらく抽出ができますね。ちょうどいい量じゃない？割とガチッと閉じて、ちょっとマドラーでかき混ぜつつ、なんかめっちゃちょうどいい感じのアイスコーヒーになった気がするんだけど、すごい、こんな感じでアイスコーヒーができました。いやワンタッチでこの量のこのアイスコーヒー氷入れるだけでできるのめちゃくちゃ嬉しいんだけど、結構ねドリップのアイスコーヒーで入れようとすると割とね、豆の量倍ぐらいにしなきゃいけなくて、結構自宅で飲むの躊躇してたんですけど、カプセルタイプだったらめっちゃ気軽に飲めてすごくいい感じです。ちょっと味見してみる。すごいフルーティーですごい酸味が効いてます。これ系がエスプレッソマシンで飲めるのめっちゃいいんだけど。ドルチェグストより全然美味しいし、なんかね割とアイスコーヒーっていうと香ばしい系の苦いやつが多い気がするんですけど、やっぱさすが海外ですね。エスプレッソベースでも酸味系のトレンドをちゃんと掴んでいるというか、ちゃんとそういうさっぱりあっさりすっきり系のやつが抽出できるのめちゃくちゃ嬉しいです。
はい、続いていい感じのメニューがこれなんですけど、このねちょっとだけミルクを入れてその後に注ぐことでなんかこのカフェラテっぽいような感じのものに仕上がるみたいです。ちょっとこれはねすごい美味しかったんでやってみようと思います。一応このミルクを入れる専用のフォーミルクっていうねカプセルがあります。ちょっとミルクを先にこんぐらいかな入れておいて、よし。おー、あ、すごいなんかミルクがふわふわしてる感じがありますね。ちょっとミルク多めになっちゃったんですけど、こんな感じでなんかねカプチーノみたいに泡をねミルクを泡立てることなく、最初からこのコーヒーから出るクレマですごくいい感じにふわふわの泡になってくれるってやつなんですよね。これすごくない？うまっ。なんかめっちゃクリーミーな感じ。このコーヒーの泡の部分はすごくねあったかい感じなんですけど、この下のミルク部分は冷たいものを使っているので、なんか独特な食感で、そして苦味がねすごくいい感じで、ミルクのまろやかさとすごいマッチして、これは最高です。これで甘いなんかシュガーとか入れたりしてもすごく美味しく仕上がりそう。これは結構すごいわ。家でこれできるの。これはちょっとぜひ試してみてほしいです。結構ねこんな感じでカプセル別にアイスとかデカフェとか、エスプレッソだったりマグだったり、そういうのがね、こう気軽に選べるのがすごくいいポイントですね。はい、というわけでこのネスプレッソバーチョだいたい購入して開封してから2週間ぐらいが経って、結構ね毎日飲みながらいろいろと使っているので、実際に使ってみたここがすごくいいなって思うところと、ここはちょっと残念だなって思うところを紹介していこうと思います。まずやっぱりすごくいいなと思う点は、カプセルを入れるだけの手軽さなのに味がちゃんと美味しいというところですね。これはね結構嬉しい点ですね。今まで結構カプセル式のコーヒーメーカーをたくさん使ってきてはいたんですけど、大体ね味がちょっと薄いかなとか、なんか大体どのカプセル選んでも同じような味するなみたいなね、そういう悩みがあったりしたんですけど、実際にね導入してみたところ、結構ね酸味系は酸味系とかガツンとくる強い苦い系とかライト系とか、結構ねちゃんとカプセルによって個性が楽しめるなっていう印象があります。で、特に個人的にすごくいいなと思うのがやっぱアイスコーヒーですね。アイスコーヒーって割とコンビニコーヒーでも結構ねなんか苦味がガツンとくる系だったりとかして、フルーティーで酸味あふれる系のものが僕好きなんですけど、そういうのって意外と選択肢ないじゃないですか。なので美味しいね酸味系のアイスコーヒー飲みたい時は自分で豆からひいてドリップして飲むっていう形だったんですけど、今回ね結構酸味の効いたカプセルもたくさんあるので、ホット用だけどアイスにして楽しむとか、アイス用のものももちろんねちゃんと酸味が効いてて美味しいとか、その辺がね結構自由に選べる点がめちゃくちゃ嬉しいですね。この酸味系のコーヒーが飲みたいがために500円600円とかしてくるカフェとかでね持ち帰りをして飲んだりもしていたので、そこのね、煩わしさとかがなくなった点がすごくいいなと思っています。あとはカフェラテ的にねミルクで割ってもすごく美味しいですね。で、2つ目としてやっぱりね容量大きいところですね。結構カプセル式のやつって小さいね 40ml とか 80ml とかしか選べなかったりしたんですけど、これに関しては結構多めにね 230ml を今ベースで使ってるんですけど、マグサイズでもちゃんとね美味しいっていうところがすごく嬉しいです。ただ自動で出てくる 230ml とかだとちょっとね味が薄いなっていう感じがしてたんで、そこはね手動で自分で調節して180とかちょっとね抑えめにすることで結構好みのね味に仕上がるようになってきたので、これは本当に満足度が高いですね。このカプセル一つで自分で調節しながら飲めるっていうのが最高です。欲を言えばねアプリでワンタッチした時にねどのぐらいの量が出るかとか選べたらすごく嬉しいんですけど、この辺はねちょっとまだ癖があるかなってところですかね。あとやっぱり何と言ってもなんですけど、カラーがすごくいいです。個人的にはやっぱねこのネスプレッソパントンカラーがすごく好きで、これ数量限定期間限定なのもったいないなっていう感じなんですけど、このね雰囲気がすごく好きですね。ぜひねこのパントンシリーズと通年コラボしてオンラインストア限定だけでもいいんで、通年でねもう数量限定とかなく販売してほしいですね。このカラーは本当にめちゃくちゃ可愛い。ついついね写真撮りたくなってしまいます。はい、っていう感じでいろいろねポジティブな話もしているんですけど、結構ね残念な点ももちろんあります。結構ねイタリアの会社なんでねその辺難しいのかなっていう気がするんですけど、まずやっぱ気になる点1つ目はマシンのね初期不良結構多いんじゃないか説が個人的にはあります。っていうのも最初にねこれ開封の時に取っ
、実際コーヒー入れるぞってなった時になんかね、ここの内部の構造がちょっと初期不良を起こしていて、何回かやってるうちにね、このお湯が出なくなっちゃって、あれとか言ってやってたら、この脇の方からブワってね出てきたりとかして、ちゃんとねサポートに電話したら、初期不良ですねって言って、すぐにねもう次の次の日ぐらいに新しいものを送ってくれて、そのサポートがあってすごくね良かったなっていう。ものにはね初期不良があるのは仕方ないよなって思いながら、ちょっとねいろいろ対応してもらったんですけど、今使ってるこのモデルに関しても若干こう自動で出す時に本当は235出なきゃいけないところが半分ぐらいしか出なかったりとか、そのね自動のお湯調整が今のところあんまりうまくなってなかったみたいで、そこもちょっとこれは海外っぽいなっていう感じが気にしているところですね。いろいろとねレビューとかを調べてみると、1年以上全く問題なく使えていますよっていう人もいたり、逆にね3ヶ月ぐらいでちょっとここのボタンがオレンジ色に光ってエラーになっちゃうとか、そういう人もいたりして、割と今までのねネスプレッソとか、ドルチェグストとかと比べるとちょっとね初期不良率高いのかなっていうところがね気になっているポイントですね。購入した段階でね一応3年間の保証があるので、その辺はね、電話で修理対応してもらったりとかできるとは思うんですけど、このパントンに関してはやっぱ数量限定カラーなので、これがねもし1年後とかに壊れちゃった場合に違うカラーに交換とかになったらちょっと悲しいなっていう、ここはねちょっと前に紹介した自転車のバンムーフとかにちょっと近い感情を抱いているんですけども、その辺ね、ちょっともし購入を検討している人は考えながら購入した方が良さそうかもしれません。気になる点2つ目としては、やっぱ音と振動が結構強めですね。もともとネスプレッソとかドルチェグストもこうやってね圧力をかけてカプセルを突き破ってね、抽出するっていう方式だったので、それに慣れてる人とかだったら問題ないと思うんですけど、初めて導入して他のね部屋とかに響かないかなとか割と心配になるぐらいは結構振動が強めなので、戸建てとか鉄筋のねちゃんとしたマンションとかだったら問題ないと思うんですけど、家がね響きやすいとかそういう人はちょっと夜使う時とかね気になるかもしれないですね。この辺はね実際どんな感じか量販店とかを見て、購入するのがいいかもしれません。で気になる点3つ目としては、ちょっとねカプセルの料金は高めに設定されています。味が美味しいし、コンビニコーヒーとかをね買いに行くよりは手軽だし、同じぐらいの値段なんでいいかなって感じなんですけど、1カプセルあたりだいたい100円ちょいから150円ぐらいの間で売られている感じなんですね。なので10パック入りで1500円近くなったりもするので、普通にねこう豆を買ってきてカルディとかで買ってきて入れるとかよりは割とね高めになるかなっていう感じです。ただコンビニコーヒーを買うとかカフェに行くとかよりは安上がりなので、どの辺のね塩梅を取るかっていうところで個人的にはね全然満足している価格帯なんですけど、ドルチェグストだと1カプセル50円とかで、ネスプレッソの40ミリとかああいうのでも80円とかそのぐらいだった気がするので、それと比べると若干高いかなっていうところはね気になるかもしれません。本体購入時のこのパントンだったら22,000円なんですけど、それプラスで、カプセルを購入するランニングコストがかかってくるっていうのは知っておいた方がいいかもしれませんね。はい、というわけでいろいろとね気になる点と良いところいろいろ話してみたんですけど、いろいろあるんですけどやっぱ気に入ってますね、このカラーリング。これをキッチンの他の白い家電とかと組み合わせた時に、このねオレンジがすごくキーカラーというか、ここがすごく映える感じがするので、このカラーをぜひずっと使い続けたいなっていう気がしています。その辺ね初期不良というか故障したらちょっと悲しいんですけど、これをね現状愛用していく形ですね。本当にね2週間使ってこれはもう今年のベストバイで確定だなと思っているところなので、その辺実際どうだったのかみたいなのは年末のベストバイ動画とかでもお話ししていければ幸いです。というわけで今回の動画はこれで終わりにしようと思います。トバログではこの動画の他にも結構いろいろなガジェットとか、家電とかそういうレビューもしているので、ぜひ他の動画をチェックしていってください。あとぜひねチャンネル登録もよろしくお願いします。というわけで次の動画でお会いしましょう。トバログでした。